ちは、藤本おせまりです。今日はフォアの飛びつきショットを、説明していきたいと思います。最近は女子でも飛びつきショットね、打つ人多くなってきてると思うんですけど、その飛びつきの、ポイント、いい飛び方、しっかり打つ方法などを説明していきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。はい、それでは早速飛びつきの話をしていきたいと思います。ジャンプしてショットを打つときは僕は2つパターンがあると思っていて、1つが飛びつき、もう1つが、ジャンピングスマッシュとかジャンピングなんとかっていうそのジャンプの話ですね。で、僕の中で飛びつきは片足ジャンプで、ジャンピングなんとかっていうのは両足ジャンプだと思っています。なので今日は片足ジャンプの話になっていきます。で、今日はもうフォアだけに特化して、やっていきたいと思います。で、このフォアに飛びつく時の、ポイントがいくつかあるのでそれを説明していきます。まず1つ目、ジャンプの仕方なんですけど、これすごく重要で、このジャンプの仕方を間違えてしまうと膝が痛くなってしまったりジャンプが弱くなったりしてしまうので、まずそのジャンプの仕方っていうのがすごく重要になってきます。どういうことかっていうと、股関節をしっかり曲げて膝を曲げる、この状態から右に体重を移動させてジャンプしていく形であればいいんですけど、膝を曲げてしまっただけの状態からこういうジャンプの仕方をしてしまうと膝に負担がかかってしまいます。で、膝を曲げただけの状態っていうのはほとんどここだけの筋肉でジャンプしてしまっているので、力的にはね少し弱くなりがちです。で、股関節からしっかり曲げて、その後少し膝が曲がってこの状態からジャンプするっていうのは、このもも裏だったりとかお尻だったり、この背筋を使って全身を使ってジャンプしていくような流れになるので、筋力は少し必要なんですけど、ジャンプとしてはものすごく深く、ジャンプがしやすくなると思います。はい、この飛びつき方横から見ていくと、ここからこうジャンプしていきます。こうジャンプしていきます。ダメな飛び方はこういう飛び方です。膝だけ曲がってこうジャンプしてしまう形ですね。股関節からしっかり曲げてジャンプしていく、この後ろ側の筋肉でジャンプできるようにしてください。まずはその股関節からしっかり曲げて、片足なんですけどここからジャンプしていくっていうのがまず1つ目になります。で、2つ目は、ジャンプする時に上半身をねじるんですけど、ねじる時に上半身だけねじってしまうと体が回転してしまいます。なのでその体が回転してしまわないように左足の股関節をこう後ろにこういう動きですね、ジャンプしたと思ってください。ジャンプしたと思ったらここから上半身を右にねじって下半身の左側をこういうねじり方ですね。よくこういう動き以前にも動画で紹介したことがあるんですけど、こういう動きを意識してジャンプした時に体が正面をキープできるようにこういう体勢を作ってもらいます。こういうイメージです。ジャンプした時にこういう体勢ですね。はい、これが2つ目。はい、3つ目いきます。で、ジャンプをする前にできるだけシャトルに近づいていくっていうことがすごく重要になります。例えばシャトルが横に飛んでて、それをここからダイレクトに飛びついてしまうと今度戻るのがすごく大変になってしまいます。あとジャンプ力も相当ないと打点が高いところで打てないです。だから極力細かいステップで近づいてからシャトルに近づいてからジャンプしていくようにしてください。そうするとジャンプした後の戻りも比較的楽になります。シャトルの下まで入ってジャンプして戻ってくる。これが横に飛んで戻るとこの足の負担がものすごく大きくなってしまうので、そのジャンプをするために細かいステップを入れてシャトルに近づくっていうところが、ポイントになっていきます。この3つのポイントをしっかり意識して飛びつきショットが打てるようにしていきましょう。はい、じゃあ実際にしていきたいと思います。で、フットワークなんですが、先ほど言った通り、細かいステップを入れてできるだけシャトルに近づいて、で股関節から曲げたところからジャンプしていく。でジャンプしたら体をねじる時にこの左足を後ろ側にこのクロスする形でねじっていって、そこからスマッシュ打っていくような形で打っていきます。で、せっかくジャンプしてるのに
着地で打ってしまう人もいるんですけど、着地で打ってたらジャンプする意味ないです。だからジャンプして高いところで打つように心がけてください。はい、じゃあ実際やっていきたいと思います。はい、じゃあお願いします。はい、こういう感じでスマッシュを打ってもらいます。これはね、スマッシュだけじゃなくてドロップでもいいですし、スマッシュでもクリアでも何でもいいんで、これは横に飛びつくだけじゃなくて、この斜め後ろに対して打つ時も同じ形でいきます。で、着地は右足ジャンプ、右足着地、もしくは両足で、着地してそのまま柔らかく戻れるようにしてください。はい、じゃあもう一回やってみたいと思います。お願いします。はい、こういう感じで、細かいステップから背中で飛んで体をねじってしっかり打てるように練習してみてください。はい、じゃあ次は斜め後ろに飛ぶパターンの、打ち方もやっていきたいと思います。じゃあお願いします。はい、っていう感じで、この斜め後ろに飛んでも同じような流れで、打てるようにぜひやってみてください。シングルスなんかでもこの斜め後ろに飛んで、右足ジャンプ、右足着地して戻ってくるパターンというのはよく使われる動きなので、ここで足を入れ替えてしまわないで、慣れてきたら右足ジャンプ、右足着地でも打てるように、ぜひ練習してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今日のね、飛びつきの話はあくまでこの動き方とかの、話になってくるので、このスマッシュのところに関しては他の動画でね、もうすでに紹介しているので、その上半身で打つっていうところの、動画を参考にしてもらえればなと思います。動き方ね、ちょっと難しいので、まずこう膝でいかないようにしっかり、股関節曲げて、背筋とか、もも裏、お尻を使ってジャンプしていけるように、ぜひやってみてください。それでは動画また続けてやっていきたいと思いますので、また見てください。バイバイ。